どうも、クーピーチャンネルです。今日はですね、この軽キャンピングカーインディ727納車2年後の愛車紹介したいと思います。初めて購入したキャンピングカーです。軽のキャンピングカーは販売店が少なく試乗もできないまま購入しました。やっぱり使っていくといろいろ分かるもんですね。納車後、車中泊や普段使い2年間してみてあってよかったもの、本当はいらなかったもの、カスタムしてよかったものありました。今まで動画内でも配信してきましたが、2年間の総まとめを簡単にお伝えします。マニアックな部分も出ちゃうかもしれません。でもできるだけキャンピングカー初心者の方にも分かりやすくお伝えさせていただきます。将来購入考えている方が実際に購入したらどうなるのか疑似体験していただければ嬉しいです。今回はこの外装とこの運転席周り、内装のパートに分けて紹介します。内装に注目しがちですが、自分は走りに関していろいろ試行錯誤しました。軽キャンピングカーはノーマルの状態だとびっくりするぐらい遅いし、横に傾くし、風に煽られます。今は結構普通に快適に乗れています。長距離も大丈夫です。その辺も詳しく説明させていただきます。まず簡単に車のスペックをお伝えします。正式名称がインディアナ RV インディ727 4駆5速マニュアルです。エンジンは 660cc ターボはないです。軽8ナンバーという分類で軽自動車でキャンピングカー登録です。新車の納期が長すぎたので中古で探しました。毎日ネットで探していました。半年ぐらい探していると比較的新しくて値段もまあまあ安めのこのインディが見つかりました。当時走行距離1万キロ、2017年モデルです。年式はこだわりました。こちらはまた後ほどこだわった理由をお伝えします。購入価格は278万円です。マニュアル車はこだわりました。いろんな場所に行きたかったので4駆とマニュアル車も購入条件でした。今だったら AT でもいいかなと思います。マニュアル車の良さは眠くなりにくいです。排気量が小さいのですぐにシュートチェンジしないといけません。まあでも楽しいです。デメリットは運転しながらマクド食べられないくらいです。ボディカラーは青か赤が良かったんですけど、このスチールブルーメタリックという色も実際見てみると好きになりました。基本そのままなんですけど、1箇所だけ納車後追加で装着しました。車の後ろにフィアマのサイクルキャリア装着し、フィアマのウルトラボックス載せています。10万円以上する高価なものですが、収納の少ない軽キャンピングカーは絶対にあった方がいい装備です。車検もキャンピングカービルダーさんにお願いすれば大丈夫です。中古で購入した時にすでにスタビライザー前のオーナーさんが前後をつけておられました。スタビライザーはロールコーナリング時の左右の傾きを抑えてくれます。こちらがリアのスタビライザーです。この青い鉄の棒があるんですけど、こちらです。そしてフロント側です。こちらも青い棒ですね。こちらがスタビライザーになります。正直スタビライザーついていても初めてのキャンピングカーの場合はかなりロールを感じます。特に最初怖かったのが高速道路、風の煽り、高い場所にある高速道路で急に風が強くなったりするんですけど、その時は本当に怖いです。そこでさらに足回りを強化するために2つ変えました。1つがショックアブソーバー。ショックアブソーバーはリアにつけてます。このタイヤの内側、これですね。ここの棒みたいな紫の棒です。こちらは横揺れというか縦揺れを軽減してくれます。純正のものだとやっぱり重量が重いのでかなり柔らかいんですね。でこちらは強さは自分で変えれます。こ
このショックアブソーバーをつけることによりかなり乗り心地は良くなりました。こう縦に揺れるのがノーマルだとこうボヨンボヨンボヨンっていうイメージなんですけど、ショックアブソーバーつけるとこの1回揺れてからこれで収まる感じですね。フロントの在庫がなかったんで今はこのリアだけつけてます。またいつか取り付けに行きたいと思います。そして次がこの14インチのタイヤとホイールです。通常は12インチです。インチアップしたことによりこのタイヤの幅広くなりました。そしてロードインデックス荷重指数も上がりました。キャンピングカーは重いです。ノーマルタイヤでも大丈夫なんですけど、より荷重指数の高いタイヤに変えることにより剛性感が増しました。これはかなり効果がありました。高速道路での風の煽りかなり軽減されました。デメリットは燃費が少し悪くなるのと雪道走行ができません。これ最初乗り心地すごく悪かったんですけど、横浜タイヤさんに問い合わせて適正空気圧教えていただきました。するとかなり乗り心地良くなりました。これが横浜タイヤさんに教えてもらった空気圧です。今はこちらの低積載時推奨空気圧にしてます。前が260キロパスカル、後輪が350キロパスカル。このタイヤには空気圧モニターつけてます。運転席のここに空気圧リアルタイムで分かるようになってます。これはかなりつけてよかったです。やっぱりキャンピングカーは空気圧かなり大事なので毎回乗るときはチェックしてます。運転席周りなんですけど、ちょっと撮影機材とかあってごちゃごちゃしてるんですけど、つけてよかったのはこのデジタルメーターです。エンジン回転数知りたいのでつけてます。一度つけてみます。こちら側にエンジンの回転数とスピードメーター、こちらマニュアル車なんでやっぱ回転数知りたいんで常時分かるようにしています。この純正の方はスピードメーターしかついてません。でこっち側には水温計や高度、そして外気温など分かるようにしています。バックミラーモニター、こちらは前のオーナーさんがつけておられました。でそのまま使ってます。これも必須だと思います。なかったらほとんど後ろ分かりません。こちらのクルーズコントローラーはつけて本当に良かったです。ここに設定したスピードが出ます。でコントロールはこのハンドルのこちら速度をプラスマイナスで設定できます。このピボットの3ドライブリモートというクルコンをつけてます。自分が年式にこだわった理由はここにあります。2014年以降はベース車両のハイゼットトラックはアクセルが電子スロットなのでクルコンが取り付けられます。以前のハイゼットトラックはワイヤー式なので取り付けられません。これがあったらどこまででも行けます。逆になかったら長距離高速道路は乗りたくないです。キャンピングカーはパワーがないので少しの坂でもアクセルをかなり踏み出ししないといけません。なのでかなり楽になりました。で次細かいんですけど、つけてよかったのはこの USB のシガーソケットです。これ純正ですね。ここから挿してこんな感じで、これ本当に純正っぽく隠してくれます。でここが外付けのシガーソケットと、でこれ USB2 つです。これはかなり重宝しました。でデザイン的にも純正っぽいんで所有感満たしてくれます。でこちらなんですけど、天井にこういったシェードを収納できるようにしてます。マジックテープで脱着できます。 Amazon で買いました。またこちらの買った商品のリンクも概要欄に載せておきます。サイドのシェードはこの純正を今使っているんですけど、フロントはもう簡易的なやつ使ってます。これすごいんですよね。ここに仕込んであって引っ張っていきます。でここに引っ掛けます。そうすると一瞬で前のシェードが完成します。前から見るとこんな感じです。多分そんなに断熱性はないと思うんですけど、お手軽さが最高です。次はこちらです。
レカルシートです。キャンピングカーは揺れが大きいのでかなり効果あります。長距離走行時は疲労具合が全然変わってきます。デメリットは価格が高いことです。10万ちょっとします。ただよく長距離乗られる方ならつけた方がいいと思います。このシートの下にカバーつけてます。これも良かったです。これ本来はもうこんな感じでむき出しなんですね、鉄板が。なので冬場は冷気がかなり伝わってきます。この運転席下とこちら助手席側両方やってます。これは軽トラ感が少なくなって所有欲を満たしてくれるアイテムだと思います。自分のコンセプトはできるだけシンプルに、あまり生活感は出さずに車内でキャンプするイメージで作りました。まずはポップアップ上げて広く使えます。ポップアップなんですけど、こちら DIY してます。ここに100均でフック貼って、で上も貼って輪ゴムで留めてます。で、あとはこのボールですね。これも100均で売っていたボールなんですけど、ここに詰めて走っています。これがないと走行時ポップアップが垂れてきます。こんな感じになっちゃうんですね。なのでこの DIY はやってよかったです。で、本来はここにポップアップ用の板があります。で、上でも寝れるんですけど、こちらは全然使わないようになりました。2階で寝るっていうのがほとんどないんですね。やっぱり板なんでかなり硬いので何か下に引かないといけません。そして上げると外の音がかなり聞こえます。もうテントと一緒なんで、キャンプ場だったらすごい重宝するんですけど、それ以外の車中スポット、道の駅やサービスエリア、近くに車がいると音がするので上げなくなりました。今の季節ちょっと暑いぐらいだったらここ開ければ空気抜けて涼しくなるんですけど、もっと暑くなればもう開けても暑いです。やっぱり冬場はかなり冷気入ってきますんで、閉めた方があったかいです。ポップアップの板外すことによるメリットなんですけど、まず一つ目がかなり重たいものが上にあるんで走行性能影響出てきます。そして2つ目なんですけど、僕はどちらかというとこちらがメリットがあって外してます。ここの高さ、ポップアップ閉めてるとき、ここに板がないだけでかなり高さ上がるんですね。多分5センチぐらいは天井上がると思います。自分170センチなんですけど、ポップアップの板があると少し頭が擦れるような感じしますんで、ないだけでかなりストレスが減ります。ポップアップ式の軽キャンピングカー購入検討されている方は、ポップアップ開けてない状態で過ごせるかを絶対にチェックした方がいいと思います。こればっかしは実際にオーナーになって車中していかないとわからないことでした。この床断熱 DIY は本当にやってよかったです。こんな感じでここに断熱材2枚引いてます。その上にこのマットですね、引いてます。で、これで温度がめちゃくちゃ変わります。夏場エンジンの熱が停止後かなり上がってきます。そちらを抑えることができました。床の温度はなんとマイナス7度下がっていました。断熱マットは後ろの床以外にこの助手席の下、ここも貼ってます。で、運転席の下も貼ってます。で、こうすることにより運転席の下のエンジンの熱が上に上がってこなくなります。床断熱はかなりおすすめの DIY で、もっと説明したいんですけど長くなってしまうんで、また概要欄にリンク貼っておきます。このテーブル DIY は本当にやってよかったです。やっぱり軽キャンピングカー小スペースなんで、こんな感じで一つのテーブルを何個の役割もすることにより広く機能的に使えます。
テーブルレイアウトパターン4、こちらが純正の位置になります。こんな感じでこっち側とこっち側でダイネット式対面で座ることができます。寝るときにこのテーブルを畳んで直さないといけないんで、もうめんどくさかったんで、ここにレールをつけました。ではめておくと、もう収納せずにこのままベッドモードで使えるサイドテーブルになりました。テーブルのレールはこんな感じで、ここに当て木をつけてビスで留めてます。このモードだとベッド展開したままテーブルも出せるんで、かなりズボラな自分にはぴったしのレイアウトになりました。前面ベッドモードじゃなく、普通のソファーモードの時でもこのまま食事できるように、もうちょっとこの辺に欲しかったんで、さらにこちら側にもレールつけました。ここに当て木つけてビスで留めてます。そうすることにより、ここにテーブルを設置することが可能になりました。で、足がこちらが片方しかないんで、この裏、これはイレクターパイプなどのジョイントです。これをここに両面テープでつけて棒を差し込みます。そしてこう止めることにより、かなり安定したテーブルになります。で、このフックは通常こちら2箇所なんですけど、ここ1箇所追加しました。この状態でも出口の出入りは可能なんですけど、もうちょっと横に寄したい時のためにレールは長くしときました。で、これを次は横に寄せることもできます。で、この場合ソファーが足邪魔になりますんで、短いパイプを用意しました。これなら全然邪魔になりません。このテーブル DIY やってから車内でかなり過ごしやすくなりました。ただこんな感じでビス止めするんで、キャンピングカーに穴を開けることになるんで、少し抵抗あるかもしれません。自分は中古だったんで迷うことなく穴開けました。ソファーの DIY もかなり効果的でした。ソファーは2箇所しました。後ろのソファーとこの前のソファーですね。ソファーの下なんですけど収納になっています。で、こちら側の下のここを引くと、こんな感じでかなり広い収納スペースが現れます。で、こちらは閉めてこのボタンを押すと走行中も開かなくなります。ただこの収納の取り出し方は自分はかなり使い勝手悪かったので使わなくなりました。ここに何も置けないんですね。で、取るときに何か置いてるのを1回抜かさないといけないんで、結構めんどくさかったです。で、自分が考えたのはこの状態のまま開ける収納です。こんな感じで取り出してます。ここは一番インディーの中で広い収納になります。こんな感じで100均で買ったこの仕切り点ですかね、こちらで仕切ってクッカーやティッシュなど置いてます。こちらかなり便利なんですけど、難点が一つありました。それはこのマジックテープ、めちゃくちゃ強度あるんですね。なので自分はここに養生テープですね、これ貼って粘着テープのこの面積を狭くすることにより弱めました。こちら側もこんな感じで養生テープ貼って弱めてます。で、こちらなんですけど、あまり弱めてしまうと走行中取れたら危ないんで、ある程度の強度は残してます。そして両手で外れるぐらいの強さにしてます。マジックテープの強度を弱めてない場合だったら、もうイメージ的には本当にこのガーンって感じでかなり力入れないと取れない状態でした。こうすることによりここの収納が取り出しやすくなり快適になりました。で、次こちらのソファーなんですけど、もう見た感じこの純正色と全然違うの分かると思うんですけど、こちらも全部 DIY しました。これも本当にやってよかったです。こちらはこの背もたれがここにはまります。こんな感じでフラットになります。こうすることにより片面が常設ベッドになります。この状態でここの下に冷蔵庫を仕込んでます。冷蔵庫取れたり、こちら側は緊急用のトイレ仕込んでます。水を使わない半自動トイレラップポンです。
本来純正のソファーだったらここは1枚になっています。なので外そうと思ったらこんな感じなんで、両方当たって結構取りにくいんですね。でこれだったら簡単に外すことができます。でそうすることによりこの下のスペースが全部有効的に活用することができました。この狭い軽キャンピングカーの中ではかなり効果的でした。でこの間の木はこんな感じで、ここにマジックテープ木にもつけて一応動かないようにしてます。今のところこのソファーレイアウトとこのテーブルの組み合わせ、これが最強です。もうここでソファーで座ってご飯とか食べて仕事とかして、でそのままベッド展開なしで眠ることができます。軽キャンピングカーなのに就寝スペースとリビングスペースが展開なしで使用可能になったので、本当にやってよかったです。でここに座りつつここも座れるんで、2人でテーブル囲むことも可能です。こっち側ももう1人座れますんで3人可能ですね。換気扇は料理するには必須です。あとは夏場など暑い時、外の空気に入れ替えて車内が涼しくなります。こちらの換気扇はこんな感じでマグネットでつけていますんで、すぐ取り外し可能です。こうやって開けて空気の侵入を一定方向にして、 USB なんでポータブルバッテリーやモバイルバッテリーつないで使用可能です。こちらは3段階、ロー、ミドル、ハイ変わります。こちらポイントなんですけど、 USB ってやっぱり風量弱いんですけど、このユニット 9V を 12V に変換するユニット、こちらつければかなりパワフルになります。換気扇なんですけど、今はこの横の窓に設置してます。で今後ですね、後ろに設置しようかなと思ってます。で横だと例えば後ろを開けるとここから空気が入って出るっていうこの流れだけなんですね。後ろ側に設置して、運転席側か助手席側メッシュの網を張って開けます。そうすることにより前から入ってきた風が後ろに抜けるんで、もう車内の空気が一瞬で変わります。夏場の暑い時はかなり効果がありそうです。でこちらの運転席側と後ろのキャビンを仕切るカーテン、こちらは自分で取り付けました。こちらもかなりやってよかったです。これメーカーさんのオプションではあるんですけど、この車両ついてなかったんで自分でこの曲がるカーテンレール取り付けて、あとは Amazon のカーテン、車体の色に合うようなオレンジで統一しました。やっぱり毎回シェードするのすごいめんどくさいんで、軽い休憩くらいでしたらこうやってここ閉めれば一瞬で見えなくなるんで、こちらも必須だと思います。こちらの壁掛け収納も効果絶大でした。やっぱり収納場所が限られているんで、こんな感じでよく使うものを壁にかけてます。こちらは100円ショップで売っていたこの突っ張り棒ですね。これにパンチングボード、こちらも100円ショップで売ってました。これをかけてフックでいろいろ吊るしてます。ここのフライパンなどはこれマジックバンドって言います。こちらも100均で買いました。これをパンチングボード直接タッカーで打ち込んでます。これで固定してます。このベッドもそうですね、タッカーで打って固定してます。合計3箇所、このドアの横とギャレーの前、そして一番後ろ、突っ張り棒なんで壁には穴開けてません。なのですぐに現状復帰できます。ここは一番目立つとこなんでキャンプギアを中心に置いてます。ぐっと雰囲気が良くなります。やっぱり機能だけではなく雰囲気も楽しみたいので、ここはこだわりました。一番後ろのところにはお箸やスプーンなど置いてます。この辺はよく使うんでいちいち出し入れしなくていいんで本当に助かってます。はい、以上がこの2年間でいろいろいじった内容になります。で今後なんですけど、やりたいことが、ここに常設のポータブルクーラー設置したいと思ってます。これから暑くなってきます。断熱がよく効く軽キャンピングカーでもやはり暑さは弱いです。なのでポータブルクーラー今年もいろいろ試していきます。今年はですね、
まだはっきりとは言えないんですけど、ポータブルクーラー各社からいろいろ出ます。今まで参入していなかったメーカーさんも出すそうです。お借りして検証レビュー動画また作っていきたいと思ってます。2年間軽キャンピングカー使ってきて本当に良かったです。夫婦でいろんなところ行きました。人生が豊かになりました。ただ一つ難点というか問題なのが、僕たち夫婦嬉しいことに子供授かり現在1歳です。このインディチャイルドシートがつけられないんです。この助手席にチャイルドシートつけられるんですけど、取説読んだら2歳からしかダメのようです。今度は家族で車中泊に行きたいと思ってます。次のキャンピングカーの条件はチャイルドシート装着可能、そしてマルチルームあり、この2点で探してます。実は明日新しいキャンピングカーを買いに行こうと思ってます。もちろんこの軽キャンピングカーはソロ用や普段使い用として手元に置いておきたいんですが、次のキャンピングカー費用次第になりますので、売却も視野に入れて査定見積もりもしてもらおうと思ってます。その辺もキャンピングカー屋さんに相談しに行きたいと思ってます。